やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、今回は、なんか最近以前にも増してバリエーションが豊富になった気がする。ナイス HCK から、ナイス HCK ブラクサウル。動画投稿時はだいたい4000円くらいの価格。素材は基本的に銀メッキ線なんだけど、希少金属をミックスした、一味違うぜ感を押し出した洗剤だ。本体は真っ黒なビニールチューブのように見えるかもしれないんだけど、金色のラメが振ってあって、光源の元ではのっぺりとした質感に感じなかったりする。金色の金属パーツ部分はアルミニウム製で、見た目から結構重そうな印象を受けると思うんだけど、実際には意外と軽くて使いやすいぞ。ケーブルは、正確には銀メッキの異元素合金に、希少金属合金を組み合わせたもの、だそう。いつもの単結晶同純度 5N みたいなわかりやすい指標じゃないんだけど、その分、普段と違う響き方を期待しちゃうな。ちなみに、このような金色の似たような質感というと、TRI オニクスを当チャンネルでレビューしたことがあるんだけど、今回は、洗剤の内容も全く違うし、太さも全く違う、仕上げが似てるだけの別のケーブルと思っていいだろう。さて、ブラックソールは価格を抑えるために、付属品は一切なし、本体がビニール袋にそのまま入って送られてくる。HCK の上位ケーブルはしっかりしたポーチとセットになっていることが定番だけど、今回はそうではない点に注意が必要だ。プラグのラインナップは、定番の 2.5mm、3.5mm、4.4mm、イヤホン側の端子の設定は少し少なくて、CIEM2 ピンと MMCX だけなので注意が必要だ。この価格帯でも QDC があると正直嬉しいんだけど、それは欲張りすぎかな？ちなみに、写真の上では似ているように見える、JS Hi-Fi の銀月みたいな極太ケーブルほど太くはない。太さ的には、低価格の定番であるジアレイシリーズくらいの太さだな。取り回しもジアレイに準じるけど、端子部分の金属部品が亜鉛合金製のジアレイより、ブラクサウルの方が軽いので、全体的にはより軽量な仕上がりに感じられる。というわけで、外観についてはこんなところ、写真の印象だと、ちょっと癖がありそうなんだけど、実際使ってみると、かなり違和感なく使える、軽めのケーブルだな。で、音の方はどうなってるのか、というと、今回は、せっかく名前が出たので、上級銀メッキケーブル TRI オニクスをつなげてた、我が家の一番愛用してる BA イヤホン、C オーディオブレイブリープロでテストしてみることにしよう。おや？希少金属乳の銀メッキケーブル、ということで、少し通常の銀メッキとは違う音色になるかなとか勝手に思ってたんだけど、確かに、ちょっと通常の銀メッキとは違うなり方だな。ナイス HCK の合金系ケーブルというと、亜鉛合金を使ってるブラックカットとかシルバーカットが浮かんでくるんだけど、ブラックサウルはブラックカットとシルバーキャットの中間くらい？足して割ったような印象とも異なるんだけど、高音がわかりやすく伸びてドライになった印象がある。空間を感じる、というよりは、より近く、より詳細にピントが合ってる状態、というか、より細い銀メッキ線で、高音がよく出るような洗剤のものに近いなり方だな。ただ、単純に音が細くなっただけ、というより、低音側も減ってる感じはしないので、なんだかよりパワフルになったなぁ、という感じ。個人的にブラックキャットとの組み合わせですごく良くなったな、と感じた KZZS10 なんかは、ブラクサウルだと全体的に音が近くなって、より近くで、より詳しく聞こえる感じ。オーケストラとかだと、より演奏者が近くに横並びになって聴いてるような、臨場感が上がる代わりに空間が狭まる感じがする。空間を気にしない電子音楽とか、一つ一つの音をかっちり聞き取りたい人におすすめの音だな。若干癖のあるバランスではあるけど、破綻まではいかないと思う。ただ、好みという点で言うと、合わせるイヤホンを選ぶ素材になりそう。こういうケーブルは大体構成がうまくいくとすごくいい音になるんだよな。ブラクサウルがおすすめなイヤホンは、おそらく音の表現がおおらかすぎる、と感じたもの。全体に空間が狭まって、演奏者と自分の距離が詰まる。さらに、中高音から高音あたりの音が粒立つので、そこら辺の攻撃性が足りないなぁ、と思った時に使うべきだ。直近の HCK の近い価格帯のケーブルで、個性派のものというと、ナイス HCK ブラックキャットが、ブラクサウルより広がりのある空間で、よりハキハキ聞かせてくる。シルバーキャットもブラックキャットに近いが、こっちはミックス線になった分よりマイルドだ。よりいろんなイヤホンに使えるケーブルになると思う。ブラックキャットはどのイヤホンでもブラックキャットっぽい、楽しい音にするんだけど、さらにニッチなところを狙ったのが、このブラックソールだな。あえて空間を絞って情報量から逃げられなくしてる感じがある。年代によってはわかんないと思うけど、ボンバーマンのサドンデスみたいな状態だ。僕ももうちょっと、このケーブルに合うイヤホンを探してみたいと思う、と、こんなところだな。
ケーブルはもちろん最初から見当をつけて、高級イヤホンに高級ケーブルをぶつけていくのも楽しみ方なんだけど、こういうお手頃なケーブルをいっぱい持って、合うケーブルをテストしていく。っていうのも楽しみ方の一つだ。僕は一つのイヤホンにコストをかけすぎるのが嫌なので、こういう楽しみ方が性に合ってる。個性のあるケーブルは、きっと個性の合うイヤホンに合わせて活躍させられるはずだ。といったところで今回はここまで。